こんにちは。今回はですね、遠い国の火事とあなたの財布っていうちょっとドキッとするテーマなんですけど、中東で起きていることがどうして僕たちの家計に直結しちゃうのか、その仕組みを一緒に解き明かしていきましょさて、いきなりですけど、皆さんのご家庭の電気代の請求書、今月分もう見ました？あと、ガソリンスタンドの値段とか。もし、あれって思ったなら、それ気のせいじゃないんですよ。その理由がまさにこの数字に隠されてるんですね。日本のエネルギー、特に石油ってなんと94%も中東からの輸入に頼ってるんです。いや、この数字圧倒的ですよね。だからこそ遠い国で何かがあれば僕たちの生活にすぐ響いてくるっていう、もう動かぬ証拠なわけです。じゃあ、具体的に何が起きたのかっていうと、2026年2月28日、中東で大きな軍事紛争が始まっちゃったんですね。それで、日本の石油輸入の実に9割が通る大事なルートが、ほとんど使えなくなってしまった。これが皆さんの請求書の数字が変わった根本的な原因なんです。でもですね、こういう事態って実は初めてじゃないんですよ。歴史は繰り返すって言いますけど、今回は正直もっと悪い形で僕たちの目の前に現れてるんです。覚えてる方も多いんじゃないでしょうか。1973年、第4次中東戦争がきっかけで起きた第1次オイルショックです。あの時、原油価格が一気に4倍近くまで跳ね上がって、スーパーからはトイレットペーパーが消えて、夜は街のネオンが消えるなんてこともありましたよね。まさに社会全体が大混乱に陥ったわけです。じゃあ、当時と今何が違うのか、比べてみましょうよ。このスライドを見てください。1973年の時、中東へのエネルギー依存度は約 80% でした。それでもあのパニックだったわけです。でも今は 94%。これ、本当に大事なポイントなんですけど、僕たちはあの混乱を経験したはずなのに、当時よりももっと深く中東に頼る社会を作ってしまった。この事実はかなり重いですよね。じゃあ、この歴史的な危機が具体的にあなたの家計にどう響いてくるのか、リアルな数字で見ていきましょう。まずはガソリン価格。これ専門家のシミュレーションだとリッター200円超えもあるって話です。毎日の通勤とか買い物とか移動コストが目に見えて上がってくるってことですね。次は電気代。ある試算によると、普通の家庭で毎月だいたい793円くらい上がるって言われてます。これ毎月ですよ。毎月家計にずっしり乗っかってくる、避けられない出費が増えるってことです。で、これを年間に直すとざっと9500円。でもね、ここで注意してほしいのは、これあくまでエネルギー代だけの話だってこと。本当のヤバさはここからなんです。それが、このインフレの波及効果。エネルギー代が上がるとどうなるか。物を運ぶトラックのガソリン代、工場を動かす電気代、全部上がりますよね。だから、だいたい半年もしないうちに、食品とか日用品の値段にその分が上乗せされるんです。これはもう1973年が証明してます。スーパーに並ぶ物の値段がこれからじわじわ上がってくるって覚悟しなきゃいけないんです。しかも、事態はもっと深刻で、僕たちにはあんまり時間が残されてないかもしれないんです。もし中東からの輸入が今のやばい状態のまま続いたらどうなるか。日本の国家石油備蓄が空っぽになるまであと約260日。これもうカウントダウンは始まってるんです。遠い国の話だと思ってた脅威が実はものすごく具体的なタイムリミットを持ってるってことなんですよ。こういう状況で生まれるのがまさに知識格差なんですね。この事実を知っている人と知らない人、その差は目には見えないけど静かにでも確実に開いていきます。そしてこの知識の差が気づいた時にはもう生活レベルの差、つまり生活格差そのものになってしまうんです。でも今日この話を聞いているあなたは違います。あなたはたった今、その情報格差の知っている側に一歩足を踏み入れました。この事実を知った、それ自体が未来を変えるための一番大事なスタートラインなんです。さあ、ここからが本番です。知ってる側に立ったあなたが、じゃあ今日から何をすればいいのか、具体的なアクションプランを見ていきましょう。難しいことは言いません。今日からできるたった3つのことです。まずステップ1、コストの見える化。今月の電気、ガス、ガソリン代、全部でいくらかかったか紙に書き出してみてください。数字をちゃんと見ることが全ての始まりです。次にステップ2、何か一つだけ固定化する。
電力プランを見直すとか、移動手段をちょっと工夫するとか、何でもいいです。何か一つでいい。そしてステップ3、知らないをなくすこと。この解説みたいに信頼できる情報にアンテナを張って、自分の家計を守るための知識を学び続けてください。覚えておいてください。危機は必ず備えた人のために次のステージを開く。これ歴史が何度も証言してきたことです。ただの大変な時期じゃない。これを変化のチャンスだって捉えられるかどうか、今僕たち一人一人が試されてるんです。最後に皆さんとこの鳥を共有して終わりにしたいと思います。1973年のあの危機は日本を世界一の省エネ大国に変えました。じゃあ今回のこの危機は私たちを一体何に変えてくれるんでしょうか。その答えは他の誰でもない今日からの私たち一人一人の選択にかかっています。